結構今こちらさんも分かりやすい、それこそ分かりやすいようにカテゴライズしてグラフみたいなのを作ってるところが多くて、それが柔らかいのから硬い順に効果でよく切れるっていうグラフを皆さん使われてることが多いので、そうなると高いものって硬いかったりする割合が高いと思うんですけど、それイコールやっぱ一番パフォーマンスがいいというそのグラフの表記なので、売る側もそれにのっとって売ってるっていう形が今やっぱ主流かなと思いますね。そんな美味しい話ないのにねって思うこといっぱいないですか？いろいろ使ってみると何事も一長一短なはずなんですよね。はい、そうなんです。それはある基準にのっとって考えたら正しいグラフなのかもしれないですけど、それこそこのレベルになると質問に対して定義はっていうところから始まるじゃないですか。何に対しての回答なんですかっていうところから始まって、その質問に対してパッと答えられる話ではないというか、要は細分化すればするほどその一括りにはできないので、そのグラフも何かの基準に対しては正しいグラフなのかもしれないけれども、また違う見方をした時には真逆になる可能性もあるということですよね。その硬いのが逆に悪く出て、そうなんですよ、金属として書いてあることが多いんですよ。金属のそのデータ数値っていうか、その工業的なあれにのっとったその性能というかので書いてるパターンがすごい多いのかな。でもそれって使う側の目線とまた違うというか。でも結局買う人は金属欲しいわけじゃないんですよ、刃物が欲しいわけであって、刃物、包丁としての能力で本当にそれなのって思うと、そこの目線で見ると間違いなこと結構あるんですよね。工業製品としてその機械生産で出したその状態の比較とかだったら、ある意味そのパフォーマンスが一番最初出せてる状態として考えるんであれば、あながち間違いでもないのかもしれないけど、そこから先じゃあそのパフォーマンスに人の手で持っていけるのかっていうのを考えた時にはまたちょっとベクトルが違うというか、そのメンテナンスとかのお手入れ自分で研いでってなった時に、じゃあ果たしてそのグラフ通りいってるのかっていうのはちょっとこう考えることはありますね。その出荷時での比較としては正しいのかもしれないですけど、難しいですよね。もうこの辺はどんだけ理解、誰も理解してくれんか、こんなことなでも使ってやっぱり理解してくる方は多い印象ではありますね。それも趣味として研いでるというよりか、先生がおっしゃったように、その普段仕事の一環としてやっぱり触ってらっしゃる方だと、そこにやっぱりこう不満を覚えてしまうというか、趣味だったらいくらでもその硬いのをこう削れるかって楽しみながらニヤニヤしながら削る分にはいいんですけど、それを仕事ってなるとやっぱり好きな人はね、短い時間で終わったら面白くないですか、要は削れないことが楽しみになってるっていうふうに考えると、硬いのが欲しいっていう理屈は分かるんです。分かるっすよね。それはめちゃめちゃ分かる。でもそれが仕事になった途端やっぱり、終わんねえなとか、この目標があるわけじゃないですか。その僕たちっていうのはこの目標を効率よく早く達成できた方がいいよねって考えると、そこはちょっと逆に考え方が変わってくるのかなっていうのもあるので、